ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時丸です。皆さんこんにちは。今日は冷蔵庫のない生活をしていた頃の話をしたいと思います。まあ今あるんですけどね、冷蔵庫ね。この間冷蔵庫紹介を多分していて、それでコメントいただいてたのかな。冷蔵庫のない時の話聞きたいですみたいな。で、それでちょっと話していきたいと思います。ここにあるのは洗濯機ですけど、洗濯機。全く関係ない。これは。冷蔵庫の話です、今日。はい。ちょっとコーヒーだけ入れさせてください。すいません。はい、冷蔵庫のない生活をしていました。私、3年間ぐらいかな、結局、トータル。この部屋に来る前とその前の部屋で、冷蔵庫をなくしまして、それまでは普通のレギュラーサイズの一人用の、2段のね、よくある冷蔵室と冷凍室が分かれてるような、コンパクトな冷蔵庫をずっと使っていたんですけど、で、途中で2020年かな、ちょうどコロナ禍に入るか入らないかぐらいの時期だったと思うんですけど、なんかね、その次に引っ越す部屋がものすごく狭い部屋だったんですよ。ここと同じくらいの感じのレベルで。で、その時にもう冷蔵庫なしの生活をしてみようと思い立って、で、そこから一気にですね、冷蔵庫を処分したって感じです。突然。だから結構、僕の友達とか友人たちはびっくりしたと思う。あ、こいつついに冷蔵庫なくしたぞみたいな感じで。で、その頃は動画とかまだ発信してなかったので、でもブログをずっと書いててね、そのブログとかでもいろいろ紹介したりして、で、ついにこいつ冷蔵庫を手放してもうおかしくなっちゃったぞみたいな感じで、そんな感じだったと思います、始まりは。で、自分もね、ついに行くとこまで行っちゃったなってその時思いましたね。冷蔵庫がなくなるってことは、まず人間的な生活をやめるっていうことでもあったし、あると思っていたしね、その時は。これも人間を本当にやめるんじゃないかなって。ついに妖怪になるんじゃないかって。妖怪時丸田中になるんじゃないかってことで感じだったんですけど、でも亡くなってね、結果的にすごい良かったんですよ。で、それは自分がその冷蔵庫なしでも生きていけるっていう風なことが分かったってことと、自信がついたんですよね。もう冷蔵庫がなくても生きていけるっていう。それがまず大きかったです。すごく。で、さらにその冷蔵庫がなくなると、なんて言うんだろう、その健康になるっていうことも分かってきて、それはその蓄えるってことがなくなるので必要以上に。で、僕その頃結構ちょっと体重今より重めだったんですけど、やっぱりその冷蔵庫の中で保管できることによって、その食材とかを保管して、それを常に食べてるような状態にあったんだなっていうことに思い当たって。だからそれがなくなって、結構その野菜とか中心の生活に入っていったっていうのも同じ時期からになるし、で、ぬか漬けとかそういう発酵食品、いかにその冷蔵庫を使わずに食品を長持ちさせるかみたいな技。で、それは日本の伝統的なその食品とか食材とか、調理の仕方みたいなものをちょっと勉強するような機会にもなったし、で、そういうのがすごく良かったなと思います。で、もう一つは圧倒的に電気代が下がったこと。これはね、びっくりして、これ本当びっくりしたんですよ。で、私、その時、冷蔵庫なくしてから、月の電気代が800円とかの時ありましたね。よくほら、エアコンとかつけてるその夏場とか冬場とかはどうしても上がっていくんですけど、それ以外のですね、時期は、本当に電気代が800円の請求が来た時があって、うわ、これすごいなって思って、で、だからどれだけその冷蔵庫が電気を食っていたかってことも分かったんですよ。で、やっぱりその常につけておく電化製品っていうのは、そんなに食わないだろうなって思っていたんですよね、なんとなく。でもそれがなくなると、1000円を切ってくると、電気代が。で、やっぱりそれだけ電気を消費していたってことも分かったし、多分それは、冷蔵庫のせいもあったと思うんですよ。で、自分が使っていた冷蔵庫はもう結構古くて、やっぱり。で、もう多分10年選手だったのかな。10年近かったんだと思います。だから多分それもあって、結構電力の消費が激しい個体だったんでしょうね。だからそれをやめた時にですね、本当に800円台に下がって、うわ、これはすごいわと思って。で、冷蔵庫があっても1500円とか2000円とかって感じだったんですけど、でもやっぱそれが5、600円下がるっていうのは、結構ね、インパクトとして大きいですよね。だからそういう意味ではすごい電気食ってたんだってことに気づいたっていうのもあります。はい。でもう一つ利点としてあるのは、睡眠の質が上がりました。これね、これ自分でも意外だったんですけど、どういうことかというと、冷蔵庫っていうのは意外と音をね、発するんですよね。で、サーモスタットっていうね、電源が入ると、そのずっとブーってなってるような、もちろん普段は静かですけど、意外とその、ちょっとした音がノイズっぽく聞こえてくるのがあって、
で、こういうふうな狭い部屋で暮らしていると、それが余計に目立つんですよ。だから冷蔵庫がなくなった時に、その部屋にものすごく静寂が訪れたって思って、で、それ感動しましたね、結構ね。うん、冷蔵庫を引き取って捨てた瞬間に、もう部屋の中がものすごく静かになって、こんな静寂があったんだと。うん。で、だからその頃からもヨガとかね、瞑想を軽くやってたんで、そのなんか瞑想の深まり方もなんか、集中力も高まった気がするし、で、その睡眠、やっぱり、ね、夜寝るとき静かなんで、全然ね、阻害されないというか、睡眠を。うん、それは思わぬ利点でしたね。うん、亡くなったことによってその睡眠の質まで上がったと。部屋が静かになったと。うん。で、メリットを挙げるとそんな感じなんですけど、もちろんそのデメリットというか、ちょっと難しいところもあって、それをちょっとね、話していきたいと思うんですけど、まずなくした時に、じゃあ食材をどう保存していくかっていう問題にぶち当たります。で、これは、もう具体的に言えば、もう床に保存していくんですよね。うん。ちょっと写真あればね、載せたいと思うんですけど、私こんな感じで、床にですね、こう新聞紙みたいなものを引いて、その上に買った食材を保管していく。で、そのスペース的にはもともと冷蔵庫が置いてあった場所とか、どこでもいいんですけどね、なるべく涼しいところに、そういう風に床に置いていく感じになるんですけど、でね、それで面白いことが起きて、で、そこの僕の友達が家に遊びに来た時に、なんか田舎の野菜売り場みたいって言われたんですよ。うん。なんかそれむちゃくちゃ記憶に残ってて、うん、なんか田舎の野菜売り場みたいだねって言われて、確かにそういう考え方もあるのかと思って、だから自分はそれ以来、冷蔵庫をなくすっていうことは、家の中に田舎の野菜売り場を持つっていう風な、感覚なんだと思いますね。うん、そう思います、やっぱり。だから自分がその野菜の売り主になった感じ。もちろんそれは外から仕入れてきてるんだけども、うん、冷蔵庫がなくなった場所にその野菜売り場を展開していくっていう、その楽しさがある。うん、それはそれで結構楽しいんですよ。買ってきたね。なんか、かぼちゃとか、玉ねぎとか、じゃがいもとか、人参とか、そういうものをきれいに並べてね、小松菜とかね。うん、そういう感じで保管していくと。で、やっぱりね、問題は生ものなんですよ。生ものはまず無理です、これは。うん。だから基本的に買う食材っていうのがもう限られてくるんですよね。だからもう基本的にもう野菜になっていくっていう、もうベジタリアンになっていくっていう感じなんですよ。で、野菜が結構増えていって、その野菜はなるべく、野菜は常温でも結構保存できるものが多いので、その野菜を基本にしておいて、でもやっぱりその肉とか魚とかね、生ものを食べたい時あるので、それはその都度スーパーに行って、その日に食べるものを買ってきて、もうすぐ調理するっていうことになります。はい。で、それをずっとやってました。うん。だからその基本、野菜が基本なんだけども、その生ものは自分が食べたい時に買いに行って、で、それを買ってくると。いわゆるそのもうスーパーとかコンビニみたいなものが自分の冷蔵庫って感じ。冷蔵庫と捉えるって感じですね。だからこれはよくミニマリズムとかミニマリストの話の中であると思うんですけど、つまりその街の中のもの、インフラをもう自分のものとして扱うっていうことですね。だから冷蔵庫はもうコンビニであると。もうここ2、3分歩けばさ、だいたい東京都内だったらどこでもコンビニとかあるので、それには全く困らなかったですね。はい。で、あと冷たい飲み物。で、これ私はそのモデルなので、その冷たいお水とか、冷えすぎてるお水とか飲まないんですけど、私モデルなので。うん。でもね、どうしてもやっぱその夏場のビールとか例えば、うん、これも冷えてなきゃダメだろうっていうものがあるんですよね、この世の中には。うん、これ、冷えてなきゃこれダメだって、これ飲んじゃダメだろうみたいなものがこの世の中にはあって、でももちろん私そのインドネシアに行ってたんで、東南アジアのそのぬるいビールとかは全然慣れてるし飲めるんですけど、でもね、やっぱりその日本で、ジメッとした時に、ちょっとなんかビール飲みたいって時に、なかなか飲めないんですよね、その冷蔵庫がないと。で、だからそれもその都度買いに行くってことになるので、結構ね、面倒なんですよ。面倒だから逆にそのお酒の量が減るっていうことが起きました、これは。うん。でもその分、その外のお店に飲みに行ってたらもう本末転倒なんだけども、基本的にその家の中でお酒を飲むっていう習慣がなくなりますね、これね。うん。だからこれは素晴らしかったです。本当に。この経験っていうのは。だから常にほら、冷蔵庫があるとさ、中にそのね、いろいろこう、自分の好きな飲み物とかビールとかみんなストックするでしょ。で、それをもう、なんか断るごとにプシュって開けてさ、やってるんですけど、そういうのがなくなるので、うん。でも買いたいときは、買いたい分だけ。だからその、買いだめもできないので、例えば、今日はこのビール行った後に、ちょっとこの、焼酎を、ちょっと水割りとか氷で行こうかなっていう時とか、
あとちょっと冷えたワインも飲みたいなみたいな時って、その全部を買っては来れないんですよ。だからその日の自分のその食事とか飲み物の組み立てっていうものをより鮮明に、綿密にしなきゃいけないようになると。だからもうそのビール行って氷でなんか焼酎飲むときは、もうなんか一人分のそのカップアイスみたいなものありますよね。あのカップアイスとじゃあビール一缶だけを買ってきて、で、あとはそれにビールが終わった後にギリギリ溶けかけた氷の中で焼酎を混ぜていくみたいな、そういうことになります。で、それでもう終わりって感じになるので、基本的にもう酒量は減るし、自分の飲むものっていうのが限られてくるってことです。だからそれは、最初は辛いですよ。だからどれだけ冷蔵庫がある生活っていうのが、贅沢なものであるかっていうか、なんか人間をね、弱らせるっていうか、人間の感覚を弱らせるものであるかっていうのを、それに気づくこともできましたね。だからそういう生物とか飲み物とかもその都度、その日に買う分だけを、その日に買って食べるっていう、なんかね、あれを思った、狩猟採集時代に戻ったなっていうか、なんか自分はその都市の中で狩りをしてるっていうか、まあ、そういう感覚になりましたね。だから今日食べるものだけを外に取りに行くっていう感じ。なんかそういう、動物的な感覚っていうかな、身体感覚っていうかな、そういうものを取り戻すような機会になったんですよね。だからなんか、飢えるぞっていうか、もう何もないんで冷蔵庫が、保管するものが。だから今日何かを買いに行けなかったら私は飢えてしまうみたいな、なんかそういうね、感覚。まあ山の中にいるような雰囲気にちょっと近くなりますね。ちょっとまあやや大げさかもしれないですけど、まあなんかそういう感覚はありましたね、実際ね。で、あとはその納豆とか、私好きな結構発酵食品系、腸内環境を整える仕事をしているので、腸内環境を整えることだけが私の仕事なので、その納豆とかキムティーとか、あとヨーグルトとかですね、ああいうものはダメです。保管できないです。だからそれも、小分けのものを買ってきて、なるべく2、3日以内に消費するっていう感じになります。で、納豆だったらだいたい3パックだから、まあ1日1つ食べれば3日。もうこれギリギリです。で、夏だと結構危ない。でもなんとかこれいけましたね、納豆は。まあ発酵食品も発酵してるからかもしれないですけど、なんとかいけた。で、キムチも、もう普通のさ、大きいものは買えないんですよ。もうすぐダメになるんで。だから、小分けの2パック入りとかのキムチがあると思うんですけど、それに頼ることになります。だからキムチを買ってきて、2パックを1日で消費して、また買いに行くっていうね。なんかそういう感じ。だから本当にそういうの手間がめんどくさいとかっていうこととか、あとその時間がない人には無理でしょうね。これ時間がないと結構難しいっていうか、冷蔵庫なし生活は。やっぱりどれだけ現代人がその冷蔵するものっていうものに頼っているか。で、冷蔵っていう仕組み自体がやっぱり未来を先延ばすっていうことなんですよね。時間軸を先に置くってことなんですよ。だからその将来的な見通しをその冷蔵庫に委ねているって感じなんですよね。その保管するってことは1週間とか2週間とかその食材を長持ちさせるっていうことを冷蔵庫にやらせているわけで、それは自分がこの1週間、2週間先も生きているんだっていうことを前提にしてるんですよね。だからその人間的ではないし、やっぱ未来に引き伸ばす装置であるっていうこと、時間を。そこにものすごく気づくことになるし、だからどれだけ食材が弱いかってこともわかります。だから納豆とかダメだし、ヨーグルト、キムチね、その辺もダメ。で、やっぱそのフルーツとか野菜中心になっていきます。で、これ面白いのが、その中でやっぱその野菜も常温でいける野菜といけない野菜っていう区別がわかるようになってくるんですよ。で、あとね、旬にも敏感になりますね。その野菜の旬。例えば、小松菜っていうものは冬だったりとか、あとリンゴは完全に冬の果物だったりとか、年中使えるようなものはあるけど、例えばトマトとかナスビとかは夏の方がうまいとかね。夏野菜であるってことね。キュウリとかも。夏になると味が変わるってこと。で、意外とやっぱその夏場とかでも冷蔵庫じゃないとこに置いておいても長持ちするんですよね。まあもちろんその冷蔵庫よりは持たないけど、でもその大体こう平均的に置いておくとみんなのあれがわかるんですよね。野菜たちのその寿命というか、みんな買ってきておいて、せーので床に放置されてから、じゃあ1、2、3、4日ぐらい経った後に、じゃあどれが食べられるか食べられないかみたいなものを見極めることができると。で、それでこう選別をしてね、食べたりとか、あとは結構意外とそのしおれたものでも食えるなっていうことが分かったりとか、そういうことにも、
うん。しおれた方がうまいなとかね、例えばね、なんかその小松菜とか葉っぱ系のものは別にしおれても調理できるし食べられるなっていう。もちろん栄養価とか落ちてるのかもしれないですけど。で、やっぱりその時に自分が冷蔵庫をなくした時に役に立ったのはあれですね。稲垣恵美子さんですね。稲垣恵美子さんの本が出てるんですけど、寂しい生活だったかな、タイトル。確か。うん。ちょっと概要欄良ければ貼っときますけど、まあ、稲垣恵美子さんはもう本当にその冷蔵庫をなくす先輩っていうか、なくした先輩なので、やっぱその稲垣さんの手法っていうのをだいぶ私も真似をさせてもらって、その野菜の保存とかをやったと。で、一番のポイントは、もうね、干すっていうことなんですよ。その本の中で言われていることは。で、これ私もいろいろ試して、で、やっぱりその太陽の中で、とにかく干せばもう腐らないと。だからそれが一番その食材を長持ちさせる方法であると。だからもう買ってきた瞬間に結構細かく切ったりして、その天日干ししておくんですよね。バルコニーとかベランダで。で、天日干ししておくと水分が抜けて、で、それをもういつでも使えるような状態になるので、だから冷蔵庫いらなくなるんだよ、本当に。冷やすっていうよりかはもう天日干しして水分を抜くっていうこと。で、太陽のエネルギーでその栄養価が高まったりもするって言われたりしていて、で、あとその調理の時短にもなるんですよね。もう太陽の熱っていうので、ある程度もう下処理みたいなものが乾燥時にされるので、もうパパッと切って、味噌汁とかでもさ、普通にお湯注ぐだけでもいいぐらいです。干した野菜をちゃちゃっと切って、で、味噌汁を熱々のお湯を注ぐっていうね。それだけで、なんか美味しいスープが出来上がるって感じになるんで、その干すってことなんですよ。一番重要なことは。で、私もその稲垣先輩の真似をさせてもらって、渋谷のね、まあその時渋谷でしたけどね、その渋谷の汚い空気の中で私の野菜たちをベランダで干してました、よく。で、よくほら、こう、なんて言うんだろう、野菜干しの、こう、シートっていうか、なんかああいうのを使ってたんですよ。野菜干し、かまぼことかさ、なんかその魚とかを、干物とかを干す用の、なんかネットが売ってるんですけど、それを一時期買って、それで干してたこともありました。ただね、自分はもうよほどもうズボラリストなので、もうなんかその干すことさえも面倒になったんですよね。で、だから結局、その干す作戦っていうのは、もう外ではやらなくなったんですけど、途中から。で、それからもう完全にその自分の中の野菜売り場の中に置いておいた野菜をそのままそこで乾燥させて、で、なるべく長持ちさせて食べていくっていう風な手法に変わったんですけど、だからまあ、そのスペースの問題もあるしね、結構その干せるさ、場所がある人は干した方がいいと思いますけど、やっぱね、その野菜を一個一個切って並べていくみたいなことも面倒になってくるんですよね。これしょうがないです。これ私がもういかにめんどくさがりかっていうのも、がまた新たにそこで分かったことでもあるし。はい。そんな感じで、冷蔵庫がない生活をしていました。これから挑戦しようと思っている方は、ぜひ楽しいので試してみてください。まあ、なかなかいないと思いますけどね。はい。で、私は、この間もね、紹介しましたけど、冷蔵庫ツアーやりましたけど、幸いにもね、この部屋は、まあ、オーナーが買ってくれた、小さな冷蔵庫があって、で、ものすごく音も静かでね、これ音しないんですよね。ちっちゃいのね。なぜかね。で、それで、その中に入るものだけで暮らしています。なんかね、やっぱ十分かなって感じはするし、で、発酵食品系はやっぱりあった方がいいなっていうね、冷蔵室が。まあ本当にもう小さいものでいいなっていうか、まあ冷蔵庫は多分私今後も多分一生買わないですけど、一生買うことはないかなって思いますけど、自分ではね。でもなるべくもし引っ越しする機会があったら、その最初から小さな冷蔵庫がついてる部屋を、今後も探していくんだろうなっていう気はしてます。この動画が冷蔵庫を捨てたい人の参考になれば幸いです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは良い冷蔵庫なしライフを。チャオチャオ。